サタデーの1ヶ月前、私、ジェニー・リードは自分のスコアが見えていました。文字通り。それは私の頭上にふわふわと浮かんでいたのです。しかし、落とし穴がありました。参考書を開くたびに、スコアは10点下がります。でも、学校をサボれば10点すぐに戻るのです。だから私は、このシステムを利用しました。丸1ヶ月、ほとんど何もしませんでした。そして試験当日、私の頭上に輝く数字は確固たる1560。オンラインでスコアが発表された時私は500点を取っていました。その1560点は妹のパトリシアのスコアだったのです。両親は激怒しました。罰として、地元の電子機器工場の過酷な夜勤の仕事を私に与えました。最初の夜、見たこともない男たち数人に駐車場で追い詰められ、半殺しの暴行を受けました。意識が遠のいたり戻ったりする中、妹の声がすぐ耳元で聞こえました。どうしても私より上に行きたかったのね。自分が賢いって思ってたんでしょ。私があなたの頭の上の数字を操ってたって、結局わからなかったんだから。その真実は、物理的な殴打のように私を襲いました。そのスコアは、初めから彼女の仕掛けだったのです。目を開けると私は戻っていました。サタデーの1ヶ月前。頭上に浮かぶ数字は、きっかり1300を示しています。ねえ妹が、上辺だけの優しさを込めて言いました。今夜一緒に勉強しない？模擬試験の復習しようよ。私は自分の手に持った紙の束を見ました。一言も発さず、ライターを取り出し、そこで車道でそれらに火をつけました。試験が近いわ。私は炎を見つめながら言いました。私は勉強しない。私のスコアは1310に上がりました。妹の顔は完璧な失望の仮面をかぶっていましたが、私が背を向けた途端、彼女が完全には隠しきれなかったずる賢い笑みを捉えました。彼女には分かっていませんでした本当のパフォーマンス。彼女のためにだけリハーサルをしてきたそれが、ついに始まろうとしていることを。第一章。妹をあしらった後、私は部屋に戻って寝ようとしました。しかし、彼女はまだ終わっていませんでした。今度は、私を追い詰め、追加指導のために教師のところに引っ張っていこうとしました。詰め込み勉強でも、まだ遅くないわよ。彼女は主張しました。私は私の腕から彼女の手を振りほどきました。一夜漬けは無意味よ。そんなに心配ならあなたが行きなよ。私には見たい番組があるの。ジェニー、あなたは元踊り地頭がいいけど、それでも油断すべきじゃないわ。その言葉は、私の前世でのものと完璧に一致していました。彼女は私を試し、私がまだ信じている兆候がないか、私の頭の上に浮かぶ呪われた数字を私の顔を観察していました。私は彼女の視線をまっすぐに受け止め、微笑みました。もう二度と本を開かなくても、私はまだあなたに勝てるわ。彼女は失望した顔をしましたが、彼女が完全には隠せなかった勝利の笑みを見て取りました。彼女が去っていき、その独善的で見当違いな自信を放っているのを見て、私は声を出して笑いそうになりました。ああ、妹よ、今度こそ油断しているのはあなただよと私は嬉しそうに考えました。部屋に戻ると、スコアはすでに1320に上がっていました。しかし、リュックのファスナーを開けた途端、数字は下がり始めました。先生のノートを復習し終わるまでに、それは1280に急落しました。私はスマホをタップし、彼女の部屋に隠したピンホールカメラの映像を呼び出しました。彼女はパニックになっていました。なぜこんなに早く下がるの？彼女が嘘つきなのは分かってた。勉強しないって言ってたのに、明らかに今必死にやってるじゃない。
なんで彼女はそのスコアを信じないの？冷たく、聞き慣れない声が彼女に答えました。なぜ慌てる？線を下回ったら彼女の真上で爆発するんだ。勉強することは基本的に死を望んでいるようなものだ。私の血の気が引きました。しかし妹は嬉しそうに見えました。もし彼女が爆発したら自業自得よ。誰が私の頭を混乱させるために勉強し始めろって言ったの？下がり続ける数字を見つめながら私の頭はフル回転しました。この仕組みを欺く方法をすぐに見つけなければなりませんでした。次の1時間、私はあらゆることを試みました。何をしてもどんな教材に関わり始めた瞬間、スコアは下がり続けました。1000に達したとき、それは激しい警告の赤色で点滅しました。純粋なアドレナリンが私を駆け抜けました。私は本をバタンと閉じ、持ち物をつかみ、ダウンタウンの24時間営業のバーに一目散に逃げ込みました。スマホの画面映りにスコアが1530まで上がるのを見るまで、安心して息ができませんでした。そしてちょうどその時、妹もそれに気づきました。監視映像の中で、彼女は耐え難いほど独善的に見えました。あのバカが騙されるって分かってたわ。多分今パーティーしてるんだろうな、サボってスコアが上がって喜んで。本当に自分が1530取れるって思ってるんだから。あれは私のスコアよ。彼女が祝っているのを見て、私は冷たい笑いを漏らし、映像を消しました。彼女には分かっていませんでした私は、頭の上のスコアを欺く方法のコードを、たった今解読したばかりだということを。本当のゲームが始まろうとしていたのです。第2章。私はチョークを床にカタカタと落としました。バーの個室の豪華なソファに伸びをして、壁中に書き殴った公式や方程式を見渡しました。それが私が一晩中本当にやってきたことです。そして私の頭上に浮かぶスコアは何も検知していませんでした。ウェイターがノックして時間切れだと言いました。だから電話をかけました。ねえ、妹？バーから出してくれないんだ。お金をゼルで送ってくれない？今すぐ。バー？ジェニー、何考えてるの？彼女の声はショックと偽りの心配の完璧なブレンドでした。サタデーの前にちょっとストレス発散が必要だったの。絶対にママとパパに言わないでね。1000ドル送って。彼女は小言を言う口調に切り替えました。ジェニー、試験はもうすぐよ。家に帰って勉強すべきだわ。私の話聞いてるの？もしここがママとパパに連絡したら、私を家に引きずり返すわ。お願いだから、今夜だけは放っておいてよ。彼女はため息をつき、罪悪感をたっぷり乗せて言いました。わかったわ。でも、後で勉強するって約束してね。私はそれ以上言葉を返さずに電話を切りました。通知は瞬時にポップアップしました。パトリシアは1500ドル彼女自身の貯金のすべてを送金してきました。そして彼女のお金で私は密かに準備を進める自由気ままな1ヶ月を資金調達しました。試験当日、私はようやくぐったりした様子で目の下にクマを作りながら家に引きずるように帰りました。頭上に浮かぶ数字は自信に満ちた1550を輝かせていました。パトリシアは砂糖菓子のような笑顔で玄関で私を出迎え、受験票を手渡しました。帰ってきたのね。少なくとも試験に遅れなかっただけましよ。自分勝手なガキめ。サタデーは明日なのに遊び歩いてたんだろう。1ヶ月も行方不明で？なんで帰ってきたんだよ。彼らが彼女をひいきにしているのは知っていましたが、その言葉はまだ深く刺さりました。私は苦い笑みを唇に浮かべました。父の平手打ちが不意に飛んできて、
私の頭を横に振り向けさせました。それが面白いのか？この役立たずが。彼は私の耳をつかみ、強くひねりました。痛みが頭蓋を貫きました。私が彼を押しのけようとすると、彼は私の足を蹴り、床に倒しました。耳は激痛で叫んでいました。彼はやめようとしません。今日は私の試験があるの。私はついに叫びました。私を殺す気？丸1ヶ月もバーなんかで、多分男と寝てたんだろうなんで試験なんか受ける気になった？ 1 ヶ月もしないうちに妊娠してるだろうよ。彼は私を蹴りながら部屋へと向かわせました。行かせない。お前は行かない。妹は慌てました。パパ、おばあちゃんが言ってたこと知ってるでしょ？彼女は受けなきゃいけないんだよ。おばあちゃんの名前が出ると、父はしぶしぶ私を立ち上がらせました。時間の無駄だ。彼は吐き捨てました。燃えるように痛む耳を押さえながら、私は車に押し込まれ、試験会場まで運ばれました。過酷な試験が終わった後、妹はテスト教室から飛び跳ねるように出てきて、ニコニコしていました。彼女は私たちの両親に駆け寄りました。できたよ。スコア発表の日に大きなパーティーしてもいい？ねえ、お願い。彼らは彼女を見て、まるで月を釣り上げたかのようでした。そんなに自信があるなら、もちろんいいよ、かわい子ちゃん。おばあちゃんも招待しよう。あなたがどんなに素晴らしいか見せてあげて。最高。これで、おばあちゃんもようやく私を誇りに思ってくれるかもしれないね。ちょうどその時、私の頭上に浮かぶスコアが消えました。妹が彼女の見当違いの栄光に浸っているのを見て、ゆっくりとした笑みが私の唇に触れました。サプライズを開ける準備をしておいてね、妹よ。第3章。サタデーが終わった日、両親は妹を豪華な卒業旅行に連れて行きました。彼らは私の存在さえ覚えていませんでした。正直、ほっとしました。彼らがいなくなって、ようやく私は静かに動くことができました。私はスマホを取り出し、暗記した番号にダイヤルしました。回線がつながりました。おじさん、私は一瞬も無駄にせずに言いました。あなたがくれた問題、解けました。向こう側の男は興奮でほとんど爆発しそうでした。ジェニー、君は研究機関全体を救ったんだ。この突破がどれほどの意味を持つか、君にはわからないだろう。彼は私を迎えに来て、車で研究所まで直行しました。次の1ヶ月、私たちは隣り合って働き、複雑な方程式を次々と解いていきました。彼が私を解放したのは、スコアが発表される朝、私をお祝いの宴に送り届ける車を手配してくれました。ホテルの宴会場に入ると、すぐに両親と妹を見つけました。旅行から戻ったばかりで、お世辞を言う人々の中心に陣取っていました。ロバート、お嬢さんたちは本当に素晴らしい。リードグループとの提携は絶好の機会だ。しかし、正直に言いましょう。誰も私たちのサタデーのスコアなど気にしていませんでした。彼らがここにいるのは、おばあちゃんがどちらの孫娘がより良い大学に入学するかで、リードグループの彼女の全株式を相続すると宣言したからです。おばあちゃんは筆頭株主でした。今日は次期 CEO が選ばれる日で、この場にいるすべてのハゲタカは、誰に取り入るべきかを見に来ていたのです。私は深く息を吸い、まっすぐにおばあちゃんのところへ歩いて行きました。彼女は私の手を取り、その笑顔は温かく、すべてを見透かしているようでした。準備はいいかい、ジェニー？私はうなずきました。はい、おばあちゃん。がっかりさせません。彼女はこの家族で、私をがっかりな存在以上のものとして見てくれる唯一の人でした。前世では、私の惨憺たる失敗の後、
彼女の温かささえも氷のように冷たくなりました。彼らが私をあの工場に送り出した3日後に、彼女は心臓発作で亡くなりました。私は再びそれを起こさせません。ジェニー、なんでおばあちゃんに嘘つくの？妹が私のそばに現れ、その声には偽りの心配が滴り落ちていました。試験の1ヶ月前はずっとバーで遊んでたじゃない。よくできるわけないでしょ？彼女は群衆の方へ向き、被害者ぶりました。あなた、ただ彼女の信頼につけ込んでるだけよ。パトリシアはバーでの私の写真を素早く取り出し、みんなに見せました。父の嫌悪感は私にまっすぐに向けられました。もし俺がお前だったら、今日ここに顔を出す勇気すらない。パトリシアは1550点を見込んでいる。お前は1000点にも届かないだろう。今日を境に、リードグループは彼女のものだ。お前は一生、彼女に施しを恋いながら過ごすことになる。役立たずの居候が何を得意げにしているんだ。何人かのビジネスパートナーがタイミングよく加わりました。あのクラブでジェニーを見たよ。男性ホストに囲まれて楽しんでた。あんな性格じゃパトリシアにはとてもかなわないよ。もちろん。1550点はパトリシアを99パーセンタイルに入れる。パトリシアは完璧な人材だ。会社は彼女の下で繁栄するよ。私は彼らのお世辞を切り裂くような冷笑を漏らしました。スコアさえまだ出てないのに、もう沈みかけている船の真鍮を磨いてるんだね。賭けを間違えると大変よ。なんて言い方だ。成績もマナーもない。あの娘の頭を検査した方がいいんじゃないか。まだ夢見てる？もし遊び回るだけで一流大学に入れるなら、誰も勉強なんかしないよ。私の周りで笑い声が大きくなりました。父は独善的に彼の真新しいポルシェのキーを近くのテーブルに放り投げました。よし。もしお前がパトリシアより良い大学に入れたら、この車はお前のものだ。私は鼻で笑いました。あなたって大物だと思ってたのに。パトリシアにそんなに自信があるんなら、家屋敷をかけなよ。両親はためらいましたが、群衆はさらに大声で笑いました。1550点がどんな意味かわかってるのか？それは99パーセンタイルだぞ。絶対に彼女が1550点に勝てるわけがない。安全な賭けだ。私は目を見開き、バカを演じました。じゃあ、パパ、何が怖いの？さあ、全部かけてよ。私に見せてみて。彼は再びためらいました。母が口を挟みました。何が怖いの？彼女が絶対にパトリシアより良い大学に入れるわけないんだから。妹は自信を持ってうなずきました。パパ、私を信じて。ようやく安心した父は、すべての資産を合計し、みんなの前で宣言しました。どちらの娘がより良い大学に入るかで、すべてを受け取ることになる私の母の持ち株と一緒に。その言葉が彼の口から出た瞬間、カレッジボードのウェブサイトが公開されました。妹は王座を要求する女王のように前に出ました。まず私のを見てみましょう。彼女は確信に満ちて言いました。私の予想がどれだけ近かったか見てみましょう。冷静に彼女はログイン情報を打ち込みました。一瞬後、彼女のスコアが巨大スクリーンに映し出され、みんなの目に触れました。第4章。数字の1550がスクリーンに映し出されました。1550点だ。言った通り。パトリシアがリードグループの次の CEO だ。パトリシアのような落ち着きがあり有能な後継者なら、会社の未来は安泰だ。場内は歓声と拍手に包まれました。私はただ目を細めました。ちょうどその時です。彼女は、かつて私の頭上に人参のようにぶら下がっていた
まさにその数字を取ったのです。父は純粋な軽蔑の眼差しを私に向けました。その惨めな顔を拭え。これからは、お前は妹の寛大さにすがって生きるんだ。彼女に忠誠を誓え。もし彼女の顔に泥を塗るようなことがあれば、後悔させる。私は彼の視線を捉え、混乱したふりをしました。まだ私のスコアを確認してないのに、どうして私が彼女に頼ることになるとわかるの？もしかしたら逆かもよ。私が言い終える前に、母の手が私の方を打ちました。身の程を知れ。パトリシアのような子が、お前に頼る必要があるとでも思うのか？パトリシアは私を睨みつけ、その目は演技じみた昇進の輝きを放っていました。ジェニー、なんでそんなに私を貶めようとするのかわからないけど、あなたは一線を越えたわ。もしあなたのスコアが私より低かったら、あなたはひざまずいて私に謝罪するのよ。彼女はノートパソコンを私に押し付けました。あなたの番よ。みんなの視線の重みに押されながら、私は自分の情報を入力しました。画面が更新されました。私は顔を呆然とさせました。スコア540。540点？適当にマークしても、それより高い点取れるぞ。完全な屈辱だ。あんな言い方してたから何か隠れた才能があるのかと思ってたよ。情けない。パトリシアは鋭く、勝利に満ちた笑いを漏らしました。ジェニー。ひざまずきなさい。今すぐ。1000点さえ突破してない。あなた、本当に知能が低いのね。リードグループの未来の CEO として、あなたに一番ふさわしい場所は精神病院だと思うわ。どんなとこか知ってるでしょ？でも、ちゃんと謝ってくれたら家で治療を受けさせてあげるかもしれないわ。あなたにひざまずく？私は吐き捨てました。あなたにそんな価値ない。パトリシアは私の膝の裏を強く蹴りました。父がその機会を捉え、彼の重い手で私の肩を押しつぶし、片膝を床につかせました。私は必死さを演技する必要もないほど目を見開き、おばあちゃんを見つめました。おばあちゃん。彼女はただ首を振り、その表情は深い失望そのものでした。ジェニー、あなたは私たち全員をがっかりさせたね。合格発表はまだ出てない。私は声を張り上げて叫びました。私の講義は嘲笑の波に迎えられました。540点？コミュニティカレッジにも入れないぞ。まだ抵抗してる？妄想は病的だな。追い出せ。あの家の名前なしで路上でどれだけ持つか見てやろう。パトリシアは優しすぎる。真のリーダーは冷酷でなければ。妹は偽りの憐れみの目で私を見下ろしました。聞こえたでしょ、お姉さん。ちゃんと謝らないと、どうして私が尊敬を集められるっていうの？私が堅くなに黙ったままなので、彼女はボディーガードにかすかにうなずきました。彼のブーツが私のもう一方の足の裏に叩きつけられ、私は完全に地面に押し付けられました。私は立ち上がろうともがきましたが、パトリシアは彼女のデザイナーのヒールを私の顔の横に置き、私の方を磨き上げられた床にすりつけました。歯を食いしばりながら私はうなりました。パトリシア、あなたは一流大学には一つも入れないわ。あら、そう？彼女は甲高く言い、頭をかしげました。彼女の笑顔は砂糖菓子のようで、私の顎をつかみ、私の頭を宴会場の入り口の方へ向けさせました。だったら、これが気に入ると思うわよ。グラスモンド大学の入学審査官がちょうど入ってきたところでした。彼女は身をかがめ、彼女のささやきは私の耳の中へ毒を含んだ約束のように入り込みました。あなたは彼らが私に合格通知を手渡すのを見てなさい。あなたは州立大学にも入れないのに。
私が大学に行くとき、あなたを偏僻なところに送り込んでやる。農夫と結婚して子供を産めばいい。最後に、あざけるような笑いとともに、彼女は私を離し、勝利者の優雅さそのものの姿勢で審査官の方へ歩いて行きました。しかし、彼女が彼にたどり着いた瞬間、彼女の輝かしい笑顔は打ち砕かれました。そして私が仕組んだショーの最終幕がついに始まろうとしていたのです。